ちは。 IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。今回は2025年最新の IKEA で買うべき収納用品を紹介していきます。特にこれは IKEA でしか買えないなっていうものやコスパが最強なものを紹介していきます。新生活で棚を探している方やキッチンやクローゼット内でなんかここもうちょっとうまくいかんかなと思っている方、ぜひ最後までご覧になってください。まずはキッチンの収納グッズで面白いものがあるので紹介します。キッチンの収納内で使うこの黒い板と棒のセットの商品です。こちらの棒を好きな場所に留めて好きな場所で仕切れるというものになっています。結構前からある商品なんですけども、うちのキッチンの引き出しには合わないなと思って買い控えていたんですが、分断して使うこともできるので、ちょっと別の場所でも使ってみようかなと試してみたく購入してみました。パッケージに書いてある60センチっていうのが IKEA のキッチン側のフレームのサイズを言ってるんですよね。なので一旦この60センチは無視していただいて、この本体のサイズはこちらになってますので、これがお手元のキッチンのサイズと合うか確認してください。ここは一番下に IKEA の滑り止めシートを敷いていて、その上にニトリのフライパンスタンドを置いています。ここに不満はないんですけど、ちょっとこのボールだけがちょっと座りが悪いことがあって、でもボール一番使うのにちょっとここだけ改善したいなと思っていました。一旦全部出して、掃除をします。こちらの今回購入した商品なんですけども、仮に3枚置いてみたところ、もうぴったり入りました。ぴったり。製造交差上入らないこともあるかなっていうぐらいぴったりだったので、皆さん奥行き引き出しの内寸はしっかり測ってください。でこちらの商品なんですけども、この棒がたまに硬い時があって、ラジオペンチを使いながら取ったりしました。ただこれ自由に好きな場所にはめられるので、自由度が高くてすごくいいなと思いました。もう実際ニトリのスタンドより勝てるものはないだろうと思ってたんですけど、このシステムだと本当にオリジナルで自由に収納場所を作れるので、自分の持ってるものに合わせて、置きたいものに合わせて、なのですごく効率がいいんだなと思いました。一番よく使うものを一番手前側に置いたり、そういうことができます。ただちょっとこの棒の耐久性はちょっと心配かなと思いますね。あとこちらのクロックレの鍋蓋がですね、いつもこうやってざっくり入れてたんですけど、これが一枚一枚仕切ってしまえるのはすごく取りやすくていいなと思いました。もうめちゃくちゃスペースに余裕ができて、なんか私入れ忘れてないってしばらく不思議でしたね。今回本当やりたかった収納がこの1枚だけを使う、3分の1だけを使うってやり方で、ここの保存容器の蓋をしまってるコーナーなんですけど、これでも問題はなかったんですが、ちょっとこのミニサイズのだけ、幅方向が足らなくて脱落することがあったり、あと接地面が平らじゃないので座りが悪いことがありました。ここに今回購入したものを使えば、このように持ってる蓋の数だけバーをさせるので、また、幅方向も狭く刺すことができるので、脱落することなくすっきり置くことはできます。接地面も平らなので座りがとてもいいです。ただこの使い方をするとバーをたくさん使うので、板に対してバーだけ購入したくなりますね。ちょっとフライパンの収納はもうちょっと様子を見たいと思います。あとやっぱり収納を語る上で外せないのはこちらのバリエラの棚です。インサートシェルフです。スチール製で頑丈なので、重たいお鍋なんかも置けちゃいます。ロケの時にアンミカさんもこれすっごい愛用してるっておっしゃってました。2つ組み合わせることで幅が伸縮できるようになるのでおすすめです。続きましては IKEA 最強の棚を紹介します。一番売れている本棚、ビリーです。ビリーはこの背の高いタイプでも継ぎ目のない1枚の板で作られているのが特徴で、奥行きが浅めなのですっきりして見えるのが特徴です。
しかも1月9日に価格改定があり、このサイズのホワイトのみ値下げになっています。我が家では背の低いタイプを使っています。最初は扉なしでオープンで使っていたんですけども、昨年扉を追加しました。あと幅木を避ける構造になっていて、壁にすっきりと沿わすことができます。これがすっきり見える秘訣なんですよね。でビリーはすごいバリエーションがいっぱいありまして、このようにホワイトだけじゃなくてダークブラウンなどもあります。また扉もいろんな種類がありまして、昨年こんな可愛い、扉も出ました。竹が編まれたようになっていて、意外とね中身が見えないんですよね。こちらのルームセットは左側の棚もビリーで、右奥に見える腰高のもビリーです。背の低いタイプは上にディスプレイも楽しめるのでいいですよね。この扉が本当に可愛いです。ちょっと中にボックスを置いてるのかなっていうのがうっすら見えるぐらいですよね。本体がめちゃくちゃお手頃なだけに扉が急に高く感じるんですよね。続きましても棚を紹介します。こちらはカラックスという棚で、正方形のマス目になったものです。こちらもバリエーションがいろいろありまして、こちらは4マス ×4 マスの大きなタイプですけども、このように 2×2 の小さいサイズもあります。こちらのカラックスは奥行き方向が大きい棚になりますので、このように壁付けにしなくても使えるのが特徴です。こちらのルームセットでは間仕切りのように使っていますね。背面の板もないので、どちらからでも出し入れができます。また奥行きが大きいので、ランドセルを置いているという方もいらっしゃいます。奥行きは39センチもあるんですよ。結構部屋にインパクトを与えますよね。こちらは 2×4 マスでしたが、こちらを倒して寝かせて使うことももちろんできます。このようにインサートが豊富なのも特徴で、最近日本ではこのように2分割にするインサートシェルフが出ました。このシンプルな扉もとても人気です。引き出しもあります。どれも結構お手頃なのがいいですよね。揃えやすいんですよね。IKEA を代表する収納棚なので、バリエーションが豊富なのは本当にいいですよね。楽しいです。こんなおしゃれなバスケットもあります。しかもカラックスはこの 2×4 マスのタイプが価格改定がありまして、1月9日から安くなりました。これから買う人はラッキーですね。続きましてはイーバルを紹介します。こちらは拡張性が高い棚です。こちらのフレームに注目していただきたいんですけども、一つの柱から左右両方に棚板が追加できているのが分かりますでしょうか。このようにやっぱり隣にもうちょっと棚欲しいなって時に拡張できる収納システムになっています。で使い方もかなり自由度があります。このように一番下の棚板がないんですよ。これ分かりますか？足元がフリーなんですよね。こういう使い方もできるんです。こういう風にできる棚って珍しいと思うんですよね。なのでこういう風にワゴンを置いたりですとか、隣はですねテーブルを下に潜り込ませてるんですよね。こういう使い方もすることができます。なのでかなり汎用性が高くって、例えばこちらですとパントリーで使っている使用例になります。こちらも一番下は多分ねワゴンとか置いて使うんだと思います。でこちらは玄関ですかね。なぜか掃除機がありますけども、棚板の位置をかなりね細かく穴が開いているので位置を決めることができます。こちらはいろいろオプションもありまして、こちらはテーブルがついています。折りたたみ式のテーブルになっています。他にも扉ですとかオプションがありまして、また、サイズは奥行きが2種類あります。でとっても安価ですし、組み立ても本当によくできててすごい簡単なんですよ。私も家で使っていまして、組み立ては本当簡単でした。私の家にあるこの扉はですね、今は販売はしていないと思います。可愛いからまた販売してほしいんですけども、中は今使ってない花瓶ですとかそういうものをしまっています。でうちも一番下は棚板をつけていなくってロボット掃除機の家にしています。この吊り下げ式のバスケットも IKEA の商品です。うちのは奥行きが30センチのタイプです。今イーバルは新商品としていっぱい出てますけども、こちら
品番が変わっただけで物としては一緒だそうです。続きましては憧れのクローゼットシステムパックスです。日本の IKEA では今月中かな、1月中はパックスがなんと 20% オフとなっています。購入予定していた方はラッキーでしたね。パックスといえばこの憧れのアクセサリー収納トレイ、いいですよね。これ私も家をリノベしたりするなら入れてみたいなと憧れます。あといいなと思うのはこのズボンハンガーっていうんですかね、これもいいですよね。なんか下の方ってね、引き出しでかがむよりこれの方が収納しやすそうですよね。他にもいろんなオプションがあるのが魅力の一つです。でもやっぱりパックスってめちゃくちゃ高級なので、いやいやそんな予算ないですよという方におすすめなのがこちらです。棒アクセルという壁面収納のシリーズです。こちらは壁に支柱をつけてそこに棚板などを設置できる収納システムなんですけども、クローゼット用のこのようなパイプハンガーもありますし、引き出しなんかもあります。この棚板もそうですね。これほんとコスパよくって、私も子供のクローゼットに導入したんですけども、私一人で組み立てられました。いやもう電ドラとかもなしでですよ、手でできました。おすすめの使い方としては洗濯機の上のこのような棚ですね。壁面収納でサイドに柱がないのですっきりしますよね。こちらも似たような使用例ですけども、こちらは棚板がこうなんていうんですかね、こうメッシュっていうかこう網状になったものもあります。でこちらは、クローゼット、私が設置した娘のクローゼットの中なんですけども、これは本当に導入してよかったなと思います。すごく使いやすいです。綺麗が保ちやすいですね。続きましては IKEA で人気の収納家具です。こちら奥に見えます棚なんですけども、半分扉のついた棚なんですけども、とっても人気で、ちょっとねこうストーリーズとかに載せるだけですごい反響があります。和室でも合いやすいのがポイントかなと思います。とっても可愛いんですけども、結構中身が丸見えなんですよね。なので中に置くものはかなり気を使うと思います。あとね、奥行きも結構大きいです。結構ね大きいんですよ、この本体自体が。でこちらもうちょっと小さいサイズで高さがでポールハンガーのようなものがついたタイプもありまして、こちらが特に人気ですごい可愛いですよね。IKEA でしか買えないデザインじゃないかなと思います。すごく和室にも合いますし、部屋の間仕切りみたいにして使う方もいらっしゃいます。こちらも奥行きは47センチあります。中身が見えちゃう問題は IKEA にはたくさん可愛いボックス売っていますので、それを組み合わせる楽しみもあるかなと思います。続きましてはクローゼットの話です。クローゼット内の話です。こちらは一般的なポールだけがついているクローゼットなんですけども、下側に小さいポールハンガーを置いて空間を有効活用していますね。左側のチェスト、シンプルなチェストはマルムシリーズだと思います。あとこういうポールハンガーのクローゼットよくあると思うんですけども、そこに吊り下げて使うタイプのこういうハンギング収納が IKEA にはたくさん売っています。奥行き幅が違うものがたくさん売ってますので、収納したいものや空間に合わせて選ぶことができます。でまた今2月いっぱいはこちらのスクープシリーズの細いタイプが安くなっています。こちらの幅狭タイプはそこに板が入っていないので注意してください。私はねこの細い方は奥行きが結構あってでも幅は狭いっていうので活用しきれなかったんですよね。で今はこのベージュのタイプ、私が持ってるのと全く同じかわからないんですけども持っています。このクローゼットは、旅行用品とかあまり使ってないものを入れてるところになります。右の方は丈の長い上着ですねとかスーツとかあんまり着ないものを入れています。でこれは旅行用のリュックとスーツケースがあります。もう最近はもっぱらリュック派になりました。でこちらはスクープシリーズと同じで奥行きは45センチもあります。なのでかなり深いですね。上のマジックテープはもうめちゃくちゃ硬いです。硬すぎるぐらい硬いです。全く落ちてきません。幅方向が36センチありまして、こういうセリアで買ったこれなんかファイルなんですけども、推し活グッズが入っていますけども、
横方向にぴったり入れることができます。でその下は無印のファイルボックスを置いてリュックをしまっています。でこれから下なんですけども、スクーブシリーズのこちらボックスなんですよ。こういうボックスがありまして、これがめちゃくちゃおすすめです。これを合わせて使うのがすごいよくって、なんでかっていうとこれ奥行きがすごいあるので、これを使わずにこうやって直接置いちゃうと奥のものが取りにくくなるんですよね。なので一回ボックスに入れることでちょっと引き出しっぽく使うことができます。さらにこのスクープのボックスのいいところはめちゃくちゃ軽いんですよ。最初クッキースとか普通のプラスチックのケースを入れてたんですけど、そしたらやっぱ重くってちょっとねこの棚板がたわんでしまったんですよね。でこちらも旅行関連のグッズを入れる場所にしています。でこういうガイカーを入れてますけども、この IKEA のフリーザーバッグが大活躍です。でこちらも旅行用の衣類収納袋を入れています。でこちらのスクープのボックスのいいところはですね、軽いことと使いたい時はシャッてこのチャックを上げるだけで使えるし、使わない時はシャッてこうチャックを開ければぺたんこになります。収納の邪魔になりません。つまり何個あってもいいというわけです。本当このボックスは整理がしやすいのでおすすめです。で今回登場しなかったんですけども、スクープシリーズの一番大きいサイズのシングル敷布団を四つ折りにしたら入るサイズなんですけども、価格改定があり値下がりしました。これから買われる方はラッキーですね。スクープシリーズはしっかり自立するのもいいですよね。寝具収納は本当にスクープが最強だなと思います。ニトリのシングル敷布団が四つ折りで入ります。一応ね大脚用布団をこれで収納しています。皆様は愛用している IKEA の収納グッズなどありましたらぜひコメントで教えてください。特に吊り下げ収納とかってどうやって使われてるか気になります。次回はまた新商品の紹介をしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン押していただけるととっても嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。